さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もう過去最高に一番簡単なスコーンの作り方、こちら紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これスコーンの粉なんですけど、全部振る必要があります。入れていきます。あと今回お砂糖も一緒に入れちゃいます。で、粉が複数ある場合は必ずこうやって混ぜて振るってほしくて、1回じゃ全然混ざらないので、なるべく3回ぐらいやってください。はい、こんな感じでダマがすごいあるじゃないですか。で、これがあると全然美味しく仕上がらないので、もうこう手で押しちゃっていいので必ず振るようにしてください。で、ベーキングパウダーを全体に散らしたいので、あと2回ぐらいですね、振るようにしてください。はい、これ今日使うバターなんですけど、普通だったら冷たいバターをこう細かく刻んだりとかして中に粉に混ぜると思うんですけど、今日はこれ溶かして作るスコーンを紹介します。で、溶かすと何が起きるかっていうと、もうスコーンの周りがねザクザクに仕上がるので、ぜひこれもおすすめなのでそうやって作ってみてください。溶かしときます。はい、これさっきふるっといた粉ですね。で、ここにもう材料バターと卵とヨーグルトあるんですけど、これを全部入れてってもう混ぜるだけです。じゃあやっていきます。ちょっと入れて、でもこれ卵だけじゃ全然水分が足りないので、ここにヨーグルトですね。で、ヨーグルト少量でちょっと入れたくないかなとかもめんどくさいかなってあるかもしれないですけど、ヨーグルト入れることによってふわっとサクッと、あとちょっとの酸味がですね美味しくなるので必ず入れてください。で、溶かしバターです。全部入れちゃいます。あとはこれもう全部が馴染めばいいです。これ全然こねたりする必要なくて、この水分に粉を吸わしてるだけです。で、これぐらいもうちょっとあります。これ粉が少し残ってるぐらいでもいいんで、混ぜすぎる必要もないんで、このぐらいになったらラップをしてもらって冷蔵庫で完全に冷えるまで冷やしたいと思います。はい、これ冷やしといた生地なんですけど、ラップ剥がしてもらって、でちょっと台に強力粉を少しだけこうやって振っときます。これくっつき防止ですね。はい、で軽く粉をまぶしたら、2つに切って重ねてっていうのを4回繰り返します。そうすると、なんかちょうどいいサクサク感ができるので、溶かしバターの時も溶かさない時も一緒なんですけど、この折る作業はやった方がいいです。これを適当に半分に切って、で少し粉ついててもあんま気にしなくて大丈夫なんで、これを折ります。今1回これをまた押してって、なんとなくわかります。ちょっと今雑にやってて、あと2回やるんですけど、これをやっていくともうどんどんここの層が綺麗にくっついていくので、綺麗なスコーンになると思います。はい、そしたら今日これ直径5センチなんですけど、これもう何でもいいです。なんか丸で今日は抜きたい感じなんで丸で抜いていきます。
剥き終わった生地はもう一回使うので、こんな感じ見えるかな。でこれ抜き終わったやつなんですけど、これをこうぐちゃぐちゃってやっちゃうと層が変わっちゃうので、なるべくこのまんまこう寄せてもらって、なるべくこう層が二重三重にならないようにするのが結構おすすめです。でここから押していくみたいな。はい、これ寄せ集めして、これ同じぐらいの高さになったらあと2個ぐらい取れそうですね。でこの残りはまあ適当にこうやってまたくっつけて、まあ、小さく切ってなんか焼き上がりの目安とかにします。食べれるんでもったいないんで一緒に焼いて食べてください。はい、これちょっと並べていくんですけど、皆さん焼く前に必ずオーブンは予熱しといてくださいね。忘れがちなんで。これ適当な感覚でちょっと置いておいて、でも切れ端もちょっとあちこちに置いといた方がなんか焼きムラがあったりすると色とか食感チェックできるんで、こんな感じでのせて、でこれを焼いていきたいと思います。はい、これちょっと2位で卵黄塗っていくんですけど、まあ、卵黄に牛乳入れたり生クリーム入れたりしても全然いいんですけど、これ何のために塗るかっていうとツヤ出しです。焼いた時に表面がこうカリッとツヤっぽく焼き上がるので、こうやって塗ったりします。なるべくこうやって一方向一方向にやっていくと綺麗に塗るのでおすすめです。さあできました。いい感じです。美味しそうです。熱い、見てください。めちゃくちゃ美味しそうです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。すごくないですか。もうしっかり割れてるし、もうこれスコーンですよ。完璧なこれ周りガリガリしてる。音拾えないと思うけど周りザクザクで中でもちょっとふわっとしてるかな。美味しい。これ全然これでよくないですか。バター溶かしてるんでねこれ。さあこれポイントの差ですね。もうねポイントはもうシンプルにこう今までこうバターをこう刻んでってやってたんですけども、全然この溶かした状態でできちゃうってことが分かったんで、皆さんぜひこれやってみてください。もうポイントというかね、もうこれただのお知らせなんですけど、やった方がいいと思います。あとは生地を混ぜた時にこう成形するって言ってこう伸ばして切ってってやるじゃないですか。あれはこうしっかり冷蔵庫で冷やしておいた方が扱いやすいので、必ず冷蔵庫で冷やしてからやってください。でこれ焼いた後にちょっと食べきれなかったら、ジップロックとかもラップでぐるぐる巻きにして冷凍庫入れればこれ全然冷凍できます。食べたい時にオーブントースターか、オーブンでちょっと温めるとめちゃくちゃ美味しいので、それもやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。